幻想郷、この地では懐かしい幻想的なものに溢れていて、技術発展で忙しい毎日を送る私たちにとってまさに楽園。また魅力的な妖怪、おとぎ話の登場人物、可愛らしい妖精たちがいる。一度でもいいから三妖精をこの手で抱きしめてみたいよ。そう、幻想郷に対してこのような夢や幻想に憧れた人は多いでしょう。しかし本来ここは非常に危険であり、恐ろしい場所。一体どうしてそんなことが言えるのか？また今回は幻想郷の各拠点を抑えて住める場所はあるのかどうか徹底考察していきますよ。さて、それではまずはじめに幻想郷とは一体どんなところなのか軽くおさらいしておきましょう。幻想郷は日本の人里離れたとある山奥に存在する結界に隔離された土地。私たちの外の世界と地続きではあるが、通常は幻想郷と外の世界は互いに認識行き来することは基本的にできないんだ。そのため外の世界において空想の存在とされる妖怪妖精神などが住んでいるんですよ。外の世界の科学中心の文化に対して、幻想郷では精神魔法中心の独自の文化が発達しています。また外の世界から物資が流れ着くこともあるため、外の世界の文化も意外と知れ渡っていますよ。ひなが役のある外の世界の物資を拾っていることから、妖怪の山のふもとにある川を通ってきているようだな。白麗大結界制定後、人間と妖怪の関係は大きく変化し、妖怪が人里へ顔を出したり、人間が妖怪の住処へ遊びに行くことも珍しくなくなった。しかし人間と妖怪のバランスを保つため、妖怪は人間を襲い、人間は妖怪を退治するという立ち位置は変わっていないでしょう。巫女さんとかよりも妖怪たちがかわいそす。もともとは隔離された土地ではなく、多くの妖怪が生活していた土地に妖怪退治を生業とする人間が集まった土地だったのです。しかし約500年前、人間の勢力が増大し妖怪が押され気味になった際に八雲ゆかりが妖怪拡張計画を立案実行し幻と実態の境界を張ったとされています。これにより外の世界で幻想となったものが自動的に流れ込む土地幻想郷となり、外の世界で勢力が弱まった妖怪が幻想郷へ集まるようになったのです。幻想となった者たちの居所を作り上げたなんて、まさに幻想郷の賢者にふさわしいな。そんなゆかりはみんなからうっさんくさいと言われる始末ですが、普通なら一番神として崇められるべき人だもんね。さあそんな幻想郷に最近流れ着いた悪魔の住む館のコウマ館。そんなコウマ館のメンバー構図としては、社長のレミリア・スカーレット、その妹君であるフランドール・スカーレット、友人のパチュリーノ・オレッジ、その従者と思われる小悪魔、メイド長であるイザヨイ作や、同じく従者にして門番を務める本命林、といったような構成となっていますね。やはり遠い外の世界から来たコウマ館は他種族の者が住む異質な組織。魔法使い、ヴァンパイア、悪魔、謎の中国妖怪、人間のメイド、妖精にホフゴブリンなんかもいるグローバル企業だぜ。人気キャラの出身地で解説したけど、実質メンバーを集め、コウマ館の最初の住人であるのはパチュリーの可能性が高いんだよな。他種族が住む彼女たちと住むと毎日が楽しそうですよね。なんといっても図書館にプールを作るほどだもんな。レミリアがないとプールの開祖です。主人であるレミリアは待遇が良く、メイリンと漫画の貸し借りをしていたり、妹を可愛がっていたりといい人、そんなコウマ館に住むというか、住めることが基本的に難しいのではないでしょうか。お嬢様に相当気に入られるしか方法はないだろうな。働き住むことはできるでしょうが、彼女たちは夜に活発になるので非常に体に負担がかかるので危険。そもそも基本的に私たちは餌も同然なので危険度は高い。東方部門式の目撃情報によると、コウマ館の誰かが人を保護したという報告はありますが、それはレミリアだったかというと、おそらく気のいい門番の本命林、または買い出しに出た昨夜あたり、基本的に吸血鬼だから外は出ないしね。しかも住ませてもらったとしても、食事が食べれるものがほとんどないらしく、夜になると騒がしくなるので、その情報提供者は寝れずにさっさと逃げたようです。そっか、吸血鬼は夜になると活発になるから夜に寝れないんだ。相当な夜型人間さんじゃないと厳しいでしょうね。またレミリアの項目にて人間だけではなくて妖怪に対しても自分より優れている奴はいないと考えているらしく、いつでも高圧的な態度で誰に対しても交流度は低いらしい。そのため、真摯な部分はあるとはいえ、危険度は極高の人間交流度も極低という判定なので済むのはかなり危ないです。やはりそのため、幻想郷演技ではコウマ間の危険度は高に判定されています。ただパーティーみたいな1日だけ参加するような場合などは、めちゃくちゃ楽しめそうだよな。それは言えてますね。みんなで巻き寿司パーティーとかめちゃくちゃ楽しそうですよ。それ社長が参加できないパーティーだから。さて、コウマ間を出たところには霧の湖があります。チルの、大妖精、ワカサギ姫が住んでいるんだよな。妖怪の山のふもとにある湖で、妖怪の山の川から水が流れ込んでいて、付近にはコウマ間、そこから離れた場所に廃妖館がありますね。この湖は昼間は霧で包まれているためこう呼ばれているぞ。霧に囲まれているなら妖怪たちに見つからずに住めるんじゃないかと思った人はなかなか賢いですね。しかし湖には妖精や妖怪が集まりやすく、特に夏は水場を求めて多くの妖怪が集まるらしくここも危険。その感じは危ない水着の方なのでは？そして、この湖の近くには廃妖館があるのをご存知でしょうか？
確かプリズムリバー邸だよな。そう、プリズムリバー三姉妹の住居で元々は外の世界の建造物であり、プリズムリバー伯爵の屋敷。このことから考えて、外の世界から流れ着いたものは霧の湖周辺に飛ばされるようになっていると思われますね。ただし守谷神社は妖怪の山だったので、プリズムリバーとコウマ間組は近い世界、または同じ国から来た可能性があると思われます。確かにプリズムリバー三姉妹も服装は西洋民族衣装っぽいし、かなり近い感じがするぜ。三姉妹を生み出した、レイラプリズムリバーはマジックアイテムと魔力を持っていたことを考えると、パチュリーと同じく魔法使いの聖地のドイツ出身の可能性が高そうですね。その考察めちゃくちゃ面白いな。あとよくよく考えたらプリズムリバーも外の世界から来たキャラだったんだ。ちなみにプリズムリバー楽団は、妖怪のパーティなどに呼ばれてはライブを行う、いわば幽霊楽団なんだぜ。激しく、ノリのいい曲を演奏することで有名で、幻想郷のその筋にはちょっとバカしなの知れた楽団とのこと。この3人は長女ルナサ、次女メルラン、三女リリカの3人からなっていますよ。そんなプリズムリバーともしも仲良くなって一緒に住むとなると、最高級の音楽を聴けて最高ですよね。姉二人には一番下の妹にリリカがいるが、東方海塚のストーリーモードで姉たちに黙って新曲のための新しい音探しに出ていたけど、心配して姉二人は隠れて後を追っていて、いいお姉さんなことがわかるし、住むとなると最適じゃないか？ただし、彼女たちの音楽を聴きすぎるとうつ状態になることから一緒に住むのは実は危険なんですよ。またその響きは耳ではなく精神に響くので肉体のないものに好まれることから、彼女たちの近くには危険な音量もいる可能性があり、意外にもかなり危険なんです。アガサ・クリスキュー曰く、人間には影響が強すぎることもあるので注意が必要と言われていますね。まさか華麗なる音楽を聴くことができるプリズムリバー邸も危険だったとは。幽霊楽団の曲が聴けるなんて最高ですが、精神崩壊するのは嫌ですからね。幽霊楽団が住むところで異変が起こる。これぞまさに事故物件だったということ。さあ霧の湖を抜けると魔法の森があるのですが、こちらの区域の治安はどんなものか調べていきましょう。この地域のご近所さんは森近凛之介、霧雨マリサ、アリスマーガトロイド、ヤタデラナルミ、エタニティラルバと治安は安全そうです。中島くんはさすがに魔法の森にいないのね。前回の努力家マリサ VS 天才の回で言ってたけど魔法の森はめちゃくちゃ危険なんだよな。隠れて住むというのはうってつけですが、一般人が住めたような場所じゃないんですよ。魔法の森は地面まで日光がほとんど届かないため暗くジメジメしていて、キノコが多数生息しています。化け物キノコの胞子が宙に舞っており、普通の人間は息をするだけで体調を崩してしまう最悪の環境であり、一般的な妖怪にとっても居心地の悪い場所とされているので、一般人が到底住めるようなところではない。それならまだ白霊神社床下の方が住み心地がいいでしょう。そこまで変わりませんけどね。ちなみにマリサはここで魔力を高めていて、魔法の燃料である化け物キノコを探して摘み取っているようですよ。ここは亀させるんじゃありません。そんな危険なところで魔法を使えるようにするためにマリサは住んでいるなんてすごいですよね。もちろん魔法の森の危険度は中とかなり危険区域となっていますよ。そして魔法の森を抜けて祭祀の道を進むとたどり着く共同墓地に無縁塚があります。小町がサボりに来る場所だよな。そんなところだったらかなり安全じゃないか？まず無縁塚の場所については、ここは幻想郷の端に位置していますよ。木に囲まれた小さな空間で、春には紫の桜が咲き誇るようですね。幻想郷の人間が滅多に訪れず、眠っている死体の多くが外の人間のものであることから外の世界と繋がりやすい場所。また冥界とも繋がりやすく、結界の交点となっているのです。それゆえ自身の存在を維持することが困難であり、幻想郷の中でも危険度は最高クラスの危険度極高判定です。めちゃくちゃ危険なところだった。ここでは外の世界のものが流れ着きやすく、森近凛之介は彼岸の頃になるとここに道具を拾いに来ているようです。そう考えると、凛之介って意外と強い妖怪なのかも。またナズーリンが掘ったて小屋を建てて住んでいるようです。危険度極高のとこで住めるってめちゃくちゃすごいじゃん。さすがは人間のレア度ゼロと断言するだけあるぜ。ナズーリンはミッキーマウスのような見た目の可愛さと、一面ボスを担当していたりで、バカルテットの部類かと思いきや、本物の毘沙門天の弟子なことから妖怪としての立ち位置は高い。このことから力もなかなかのものなのかもね。新作でもついに登場していて、また活躍に期待ですよ。次回は魂魄ヨウムの胸のサイズはゼロだというようです。空間圏六根症状山の餌食にされろ。それでは幻想郷内でも有名な土地といえば妖怪の山ですが、住めるかどうか調べていきますよ。人間より昔からこの地に住み着いている妖怪が多く住むのがこの妖怪の山です。幻想郷で山といえば通常妖怪の山を指しているぜ。現在は天狗やカッパが主に生活しており、天魔をトップとして非常に組織的かつ排他的な社会を築いていますよ。かつては悟りや、天狗の上司として鬼も住んでいました。山の上には守谷神社、中腹には大釜の池や茨河川の屋敷、山奥には魔よ比が、裏側には中田持の道、ふもとには地底へ繋がる風穴や玄武の沢があるほか、妖怪の山から流れ出した川が霧の湖に流れ込んでいます。
ここももう危険度で言うと、無縁塚とタメを張るレベルで危険ですね。基本的には社名丸綾や、姫街道旗手、犬走りもみじといった天狗たちが権力を握っている山となっている。しかしその天狗たちは排他的でよそ者は受け付けない主義。監視役の白老天狗に抹殺されるのがオチですね。そもそも麓から危険なところで、川周辺に薬人様の影山ひながいますが、彼女に出会うと役を受けてしまうのでかなり危険。ひな自体は人懐っこくていい子なんだけどね。危険度ももちろん高と、中でも危険な幻想郷の中でも高く設定されています。ただし、守谷神社まで行ければかなり安全でしょう。もともとは外の世界の神社だったんだけど、かな子たちが幻想入りする際に周囲の湖ごと幻想入りしたんだよな。祭神として八坂かな子と森安和子、その風は振りのこちやさなえが生活していますよ。山の妖怪からの信仰に加え、人間の里や白霊神社へ分社を建てていることもあり信仰はかなり高いようですね。前回の幻想郷に流れ着いた時に出会う人でも解説しましたが、守谷神社は非常に安全でしょう。本来祭神諏訪子様は未釈寺の長であり、かな子様も実は未釈寺の性質があるのですが、未釈寺様の性質上、初太好きなのでなんとかやっていけるでしょう。その説得力全くもってゼロだけどね。かな子様に関しては人間交流度が高となっていますしね。さなえに関しては一応同じ人間ですし、すごくおしとやかな女の。そうでもないかもしれん。なんといっても守谷神社は下手に妖怪も手が出せないので、かなり安全。ただし妖怪の山のふもとのロープウェイまで行くまでにもかなり困難だと思われるのでリスクがないわけではないのは確か。私思ったんだけど、ロープウェイに乗っている時が一番危険じゃないか？実は白老天狗が見張りをしてくれていて危険じゃないんですよ。この感じから察するに守谷と天狗のところで何か取引があったようだな。もしも流れ着いた先が守谷神社ならラッキーって感じか。あと守谷神社は住むことになっても、食べ物も人間の食べ物が出るはずだから食生活も安全だな。ただし、彼女たちは基本的に北条の神の成果主に食事内容は野菜が多いようで、かな子様が肉類を食べたそうにしていたシーンが見られます。宗教的な関係もありえそうだよね。南アジアに信者の多いヒンドゥー教では、肉食が避けられているようですが、宗教的に関係がある可能性もありますね。なので野菜嫌いの人はなかなか厳しい環境でしょう。あっても魚はいけるかもしれないのでなんとかなるかも。そうだ、ワカサギの天ぷらを食べよう。さて妖怪の山の反対側には、三途の川が流れて、その川にたどり着くまでにある道を中田持の道と呼ばれます。やはり三途の川の通り道というだけあって、基本的には死者が通る道だぜ。一見死者が通る道だからさぞかし寂しい道と思われるのですが、実はそんなことは一切なく道沿いには死者向けの出店が並んでいたり、まるで縁日のように賑やからしい。なぜこの道がこんなにも賑やかになっているのかというと、地獄の財政状態が厳しく、三途の川の私賃だけでは賄えないので、少しでもお金を落としてもらおうとした結果そうなったようです。リアルだな。地獄の財政状態まで設定に入れ込むなんて面白いぜ。危険度もまさかの低となっていて、ここなら意外と住めるかもしれないですね。ただし、店を開いている者は地獄に落とされた罪人らしいので、危険な部分もあるのは確か。普通に怨霊も出る可能性があるので、幻想郷の中ではまだマシな方といったところでしょう。さて、先ほど紹介した中田持の道の奥に進むと迷いの竹林があります。永遠亭があってウサギの霊泉亭、そして永遠亭に住む、かぐやや栄林がいたり、向こうが竹林で住んでいるんだよな。メンバー的に見るとかなり安全そうな部類だしここなら安全でしょ。って思うのも無理はないですが、迷いの竹林も非常に危険。竹林は目印になるようなものが少なく、さらに竹の成長が早いおかげで景色がすぐに変わり、確実に迷うようです。広いだけでなく地面にわずかな傾斜があり、竹が斜めに成長していたりと平行感覚を狂わせ、まっすぐ歩いているつもりでもいつの間にか元の位置に戻ってきてしまうようです。さらに、この竹林は妖怪となった獣が好んで住み着き、普通の人間が行くような場所ではないと幻想郷縁起を書く阿久が言っています。なるほど、隠れ住むのは最適だと思ったけど妖怪の巣窟だったのか。ちなみに危険度も中認定。幻想郷の危険度中は一般人の私たちからして、危険度極高だからな。また迷いの竹林の奥地には永遠亭が立っているようです。そして永遠亭はまさかの危険度高になっていました。いやなんでなんだよ。多分、永遠亭のメンバーは謎が多すぎるために阿久がそうしたのでしょう。永遠亭で実際危険なキャラというと、ていちゃんさんのいたずらぐらいだろうね。可愛すぎるので許しちゃうけどね。あと迷いの竹林では影郎が住んでいます。毛深いのを気にしていて、東方プロジェクトの中でも屈指の乙女キャラ。ワカサギ姫を間違えて食べてしまいそうになったこともあり、人間も食べられる可能性もあるから危険な部分もあるよね。影郎に食べられるなんて恐ろしいですよ。一体どのようなハードなプレイが待っているのか。いやそういう食べるじゃないからね。
そして、迷いの竹林を抜けると人里があるようです。人里ならもう間違いなく安全でしょ。人間の里はその名も通り幻想郷の中で最も多くの人間が住む場所。妖怪が利用する店も多くあるので様々な妖怪が街を訪れるのだけど、ここで暴れる妖怪はほとんどなく、割とのんびりとした場所。地味に危険度極高、交流度も最悪判定の有価も来るらしい。人間の生活に必要なものは、すべてここで揃えることができます。昨夜や霊夢もここで生活必需品を取り揃えているようだな。また、妖怪退治を仕事とする人間も住んでおり、安全な生活を送ることができるのです。なぜ、人間の里は襲われることがないのかというと、実は妖怪の賢者によって保護されているのです。ここから外に出ない限り、大きな被害を受けることはないようだね。また意外と夜遅くまで開いている店が多くあり、夜は妖怪専用店として別に営業していることもあるようです。面白いのがこの説明は約2007年に販売された東方部門式なんですが、2019年より月刊コンプエースで連載となった東方水鳥家にて、人間の里の居酒屋芸丼亭の自称看板娘、奥野田美代が実際に妖怪だけの居酒屋を開店させたのです。おお、つまり12年前からこの漫画は予定されていたということになるのかもしれないのか。可能性はあるかもしれませんね。ちなみに妖怪の活動が夜であることが多いためですが、お店はその分繁盛するようです。妖怪の方がいいお客様と言えるんだな。特にお酒が飲める店に関しては、妖怪、人間ともに一緒に盛り上がることも日常茶飯事らしい。ただし、東方水鳥家では店に妖怪がいることはご法度な雰囲気もあったので、一概には仲良し小良しというわけではないようです。しかし幻想郷の賢者役もゆかりが言うには、人里は妖怪にとっての家畜のようなものといった発言があり、人里の人間も薄々気づいているようでちらほら、自分たちは家畜同然だと言っている人もいました。おいおいおい、人里でさえも危険すぎじゃないか。ただし前回も言いましたが、里の人間がいなくなっては妖怪の存在が危うくなること、魂を食らう妖怪たちの食事用の家畜だと思われますね。と言っても、被害がないわけではないことは事実。リアルの世界は常に安全なことに感謝だよ。また制作者のズン氏も幻想郷に行くこと自体がそもそも危険なことと言ってますよ。イラスト雑誌のインタビューで存在自体を消さないといけないので、とても危険らしい。まさに幻想となるしかないってことだな。やはり幻想郷はあくまでも幻想でいるべきということになりそうだぜ。現実を楽しみつつ幻想を楽しむことが大切ですね。それでは次に紹介するのは人里を越えるところにある神社、白霊神社について見ていきましょう。代々白霊の巫女がここに住み、結界の管理を行っています。神社の祭神は未だに不明。なぜか神主はおらず務めは全て巫女が担当しているんだぜ。祭神が不明なことに加え、参拝客はかなり少ないといった特徴がありますね。さらに白霊の巫女が霊夢に変わってからは、妖怪が日常的に訪れたり、巫女が妖怪と宴会を開いていることから白霊神社は妖怪に乗っ取られたとまで言われる始末になっています。神社内では妖怪は人間に手を出してはいけないという決まりがあるため本来は安全。それじゃあ今までの中でもかなり安全な部類じゃないか？幻想郷演技でも危険度は低となっていました。しかし場所自体は安全といえど、生活するとなるとあまりにも危険でしょう。一体どういうこと？実は人里から神社までの獣道の安全が保証されていないことから神社の参拝客が少ないという設定があるんですよ。つまり逆もしかり、食べ物を買いに行くために人里まで行くとなると、ルーミアみたいな人食い妖怪と出くわす可能性があり、完璧に安全とは言い切れない。そうか。私たちの主人公はよくいるヒロインみたいに何でもこなしてくれそうな優しいヒロインとかじゃなくて、それぐらい自分でやりなさいよ。みたいな主人公らしからぬ主人公だった。そう、霊夢にお願いなんてなかなか厳しいでしょう。その代わり掃除、料理、洗濯を代わるなんて面倒な取引で了承してくれそうですが、いや待てよ。そうなると霊さんのパンティを洗えるのでは？あんたと住むことが一番危険だよ。それではラストに紹介するのは、旧地獄圏完結戦地下センターです。旧地獄は幻想郷の地下、地底世界にある都で、鬼など地上を去った様々な妖怪が住んでいるんだぜ。かつては地獄の一部だったのだけど、地獄が経費削減のためにスリム化した際に切り捨てられた土地、そこに地底へやってきた妖怪が住み着き始めました。主に妖怪の山を降りた鬼がいるんだよな。そう、強欲異分ではボスとして登場して判明したのですが、鬼の四天王星熊遊戯は旧地獄温泉街の元締めを務めているようで、そのことからも鬼が権力を握っていますね。しかしそのおかげで、荒くれ者が多く住む中でギリギリ治安を保っていると東方水鳥家の最新刊で語られていました。力のある霊夢が久々に旧地獄に訪れた時は、荒くれ者たちがすでに暴れる寸前で遊戯の数で止めていたぐらいだったから恐ろしいぜ。遊戯姉さんがね、またこの地底都市を認める条件として、地上の妖怪を旧都に入り込ませない代わりに旧地獄の運用を地下に封じる、という取り決めが役もゆかりと地底の鬼たちの間で交わされています。その見張りが怨霊が苦手とする心を読める悟りが管理者となっているんだよな。そう、悟りの住む地霊殿は旧都の中心部に位置する西洋風の建物、灼熱地獄跡の上に立っているのです。
地霊殿の主はみんなもご存知小明治悟り。中庭には怨霊が溢れ返る灼熱地獄跡へ続く穴があり、地霊殿はこの穴を塞ぐ役割をしている。しかし東方地霊殿の異変で危険すぎる怨霊の宮出口が外に出てしまいました。地霊殿の異変に関係があったのか。確か、地霊殿の異変は奥にヤタガラスを渡したことがきっかけなんだよな。さすがは新時代お気づきしかなこ様。東方地霊記伝を見ればわかりますが、宮出口一人でもとんでもない被害量、異変の長さから怨霊は本当に危険。妖怪と怨霊の性質は似ていて、怨霊は復讐することで存在固有を保つことができ、妖怪も人間に害を与えることで存在を維持できる。だから乗っ取りやすい。さらに力のある種族の神でさえも怨霊には弱い。なんで神も怨霊に弱いの？あれ？私も度忘れしちゃった。なんでだっけ？神と妖怪は性質が似ているから入り込まれたら危険ということぞ。かなこ様、ありがたきお言葉。つまり心霊も人々に崇められるからこそ存在を維持できるから乗っ取られやすいのです。そんな奴らがまだ閉じ込められていると考えると、マジで危険だな。ただでさえ鬼がいる上に怨霊も動いていること、パルスやヤマメといった能力が危険すぎる妖怪もいることからも今回紹介した中でも間違いなく危険。絶対に住んでみたいなんて思わない方がいいですね。ただし温泉街になっていて、古風ある雰囲気、常にお祭り騒ぎで楽しい場所なはずなので、一度は行ってみたい区域でもありますよ。さて、以上が幻想郷住めるところ徹底解説でした。幻想郷の知らないことばかりで見応えしかなかったよ。また異界で言うと地区紹介とか地獄みたいなガチな危険な場所もあるので、そういったところもまた解説してみたいですね。私と同じようにチルノの鎌倉に住んでみたいという方は高評価を押してくれよな。また、東方キャラの過去の出身地なんかも解説しているので見ていってくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。